ストリートファイター02ということで、今回はこちらのソフト、プレイステーション版ストリートファイター02、こちらのソフトを解説&レビューします。ストリートファイター02、ストリートファイター0シリーズ2作目、キャラクターの追加、バランスの調整、システムは0コンボの削除、そして代わりにオリジナルコンボが追加された続編である。プレイステ版ストリートファイター02はアーケード版1996年3月25日に改良開始から約4ヶ月後の1996年8月9日に発売されたセガサターン版より1ヶ月早い発売である。この発売日が1ヶ月どのように影響したかはこの後のコーナーで。アーケード版稼働開始から4ヶ月と早い移植であるが、当時は家で練習してアーケードで対戦するという形が一般的だったので早く移植したのであろう。私自身もそんな感じで家で練習してアーケードに通った時代の思い出のある作品、プレイステーション1ストリートファイター02、いいところ行きましょう。まずは1つ目、比較的移植度が良い、処理落ちもなくグラフィック操作性ともに良好な移植である。プレイステーション1版ストリートファイター02、いいところ2つ目、隠しキャラとして新号機が使える。特定のコマンドを入れると本気の号機、新号機が使える。本気の号機と説明があるが、通常の号機は本気ではないのか。プレイステーション1版ストリートファイター02、いいところ3つ目、サターン版より発売日が1ヶ月早い発売だった。当時サターンユーザーだった私はこの1ヶ月の発売が早いのが羨ましかった。1ヶ月も早く家で練習してゲーセンに実践、非常に羨ましかった。プレイステーション1版ストリートファイター02、いいところ4つ目、プレイステーション版のみブレスオブファイヤーのプロモーションムービーが見れる。カプコンのね RPG シリーズブレスオブファイヤー3作目、プレイステーション初のブレスオブファイヤー3、それまでのシリーズはスーパーファミコンだったのでパワーアップしたぜ感を演出している。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ行きましょう。1つ目、サターン版より発売日が1ヶ月早かったせいか遊べるモードが少ない。プレイステーション版はアーケード VS トレーニングモードしかない。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ2つ目、オープニングムービーが汚い。なぜかムービーでの収録になっているのでグラフィックが荒い。なぜムービーで収録にしたんだろう。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ3つ目、ゲージ表示を画面ギリギリに使って表示しているのでモニターによったらゲージが見くれることがある。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ4つ目、プレイステーション版はオリジナルコンボ発動時少しだが曲がる。これはやっぱりね、プレイステーションのハードのスペックが影響しているのか、少しだが発動時止まる。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ5つ目、演出がカットされている。これもハードのスペックのせいなのか演出がカットされている。ザンゲフがねマントを投げるシーンなど演出がカットされている。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ6個目、ロードが長い。どれぐらい長いかはこの後のロード比較動画で。プレイステーション1版ストリートファイター02、残念なとこ7個目、隠しキャラが少ない。サターン版は裏キャラや殺意に目覚めた竜などが使用できるが、プレイステーション版は新号機のみ。ハードのスペックなのか発売日か1ヶ月早かったせいか隠しキャラが少ない。ロードの比較いきましょう。プレイステーション2読み込み標準、プレイステーション2読み込み高速、プレイステーション3実機です。この4本です。まずは起動いきましょう。プレイステーションのロゴが消えたらそこからカウンタースタートします。さあ結構このロゴの出方も違うんですよね。さあ消えたらカウンタースタート。はい、消えました。カプコンは同時ですね。はい。さあどこが早い。まずはねタイトル画面、オープニングのやつにタイトル画面なんですよね。お、やはり高速が速いか。高速が速そうですね。プレイステーション2の
はい、プレイステーション2高速が速くてプレイステーション実機、そしてプレイステーション3が来てプレイステーション2の標準が来ました。いつも通りですね。戦闘までのロード時間、そちらも見ていきましょう。実機、プレイステーション標準、プレイステーション2高速、そしてプレイステーション3です。さあどこが速い？やっぱりここは高速が速いのか？いつもだったら高速ですよね。来ました。プレイステーション2、プレイステーション実機、プレイステーション3、そしてここでまさかのね、プレイステーション2、不具合かロードが終わらないです。他のね、プレイステーション2でもやったんですが、処理速度高速にしたらね、ロードが終わらないんですよね。不思議。それでは2戦目のロードがね、どのように影響しているか見ていきましょう。プレイステーション2の高速はそもそもロードしなかったので、今回は一応黒くなっております。お、プレイステーション2が速いか？さあここでどうなる？やっぱりプレイステーション2が今のところ速い。でそしてプレイステーション3と続いております。はい、プレイステーション 23.01 秒、そしてプレイステーション実機、そしてプレイステーション、一番遅かったのはプレイステーション実機ですね。それではライバルセガサターン版と比べていきましょう。ロードのね差が出るのか出ないのか見ていきましょう。それでは戦闘までのロード時間見ていきましょう。画面が暗くなってカウンタースタート。セガサターン版はこのストリートファイター02って出てるのが多分これでロスをしてるんですよね。まさかのプレイステーションの方が早い。こんだけ1秒差が出ましたね。それでは2戦目のねロード時間見ていきましょう。さあカウンタースタートしております。ここはセガサターンが早い。ここでいけるか？そのまま逃げ切れるか？でもここのロードが先ほどはプレイステーションが早かったんですよね。さあここでプレイステーションが巻き返せるか巻き返せないかで決まると思います。セガサターン版が早かった。そしてプレイステーション版遅れてきました。2戦目以降はセガサターン版の方が早いんですね。それでは前作ストリートファイター1と比べていきましょう。さあ前作より早いのか遅いのか。だいたいこういうシリーズもんって前作よりロードが遅いですよね。さあ1戦目どんだけ違うか見ていきましょう。画面が暗くなってからねカウンタースタートします。はい、スタート。あらまだ来ました。プレイステ02の方が早いんですね。そして遅れまして0、ほぼ3秒差がつきました。2戦目のロードも見ていきましょう。2戦目で0、ここら辺でね巻き返しできるか。ここでやっぱり両方ロードが入ります。何でもないようなことがね幸せだったと思うロードです。ここは同時できた。さあ0の方が早い。そして遅れながら02がやってきた。ここは逆転できるか。ストリートファイター0、投げなロード02の方がロード早いですね。ここはね先ほどよりちょっと縮まって 1.32 秒差。ロードは0より02の方が早い。それではグラフィックの比較いきましょう。プレイステーション2、そしてプレイステーション3です。このね3機種でまずはねロード比較いきましょう。同じソフトを使っております。さあまずはこちらプレイステーションとプレイステーション2比較いきましょう。同じコンバーター使っております。まずはプレイステーション。プレイステーション2、こちらは標準設定です。
さあ同時比較。続きましてプレイステーション実機とプレイステーション3。こちらは先ほどのコンバータでプレイステーション3は HDMI 端子です。同時比較。さあ引き続きセガサターン版とプレイステーション版。こっちがプレイステーション版。セガサターン版です。発色はこっちの方がいいな。同時比較です。ということで今回はプレイステーション版、こちらのねストリートファイター02を解説&レビューしました。比較などもしてみました。個人的な感想なんですが、やっぱりね1ヶ月発売日が早かったせいか遊べるモードが少ない、そして隠しキャラが少ないなどね、いろいろやっぱりセガサターン版と違う部分がありました。でも発売日が1ヶ月早いっていうことは当時はね結構重要でした。プレイステーションユーザーだったらねやっぱり02、サターンユーザーだったらちょっと待ってサターン版を買いました。私は当時サターン版を買ったのかな、そんな記憶があります。ということで今回の動画はここまで。また次回ね別の動画を作っていくのでそちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャン。